こんにちは、マジです。今回ですね、ジェイソン・シェンさんですね、仕事の話ですね。今回、どっちかというとですね、採用する話です。皆さんですね、多分転職するとかですね、こういうところを気をつけた方が良いというところを彼は一応提案していると。で、提案するときに、いいところはやっぱりその最初に問題定義すると。問題定義して、ソリューション提案して、なおかつですね、具体的な行動関係ですね、あると良いと。で、彼のスピーチですね、とりあえず具体的な行動関係が最後にあると非常に良くて、なんかですね、つかみどころも面白いなっていうところがあるので、ぜひ紹介したいなと思っていました。じゃあ早速行きましょう。You know who I'm envious of? なんでしょ People who work in a job that has to do with their college major. う。とりあえず最初にジョークっていうところですよね。専攻って同じ仕事してる人、そんなにね、よろしいことなのJournalists who study journalism. 一個、Engineers who studied engineering. 二つ。The truth is, these folks are no longer the rule, but the exception. なるほど。ちょっと惜しいね。3つあるといいんだけど、そうすると多分お家作れると思いますか。でも、例外になってます。例外になったのでも、それすると多分皆さんの常識だと。でも普通の私だとなんか違うんだけど、他にみんなも同じかな。で、ある程度多分、そういう思い込みがあったりするんですけど。A 2010 study found that only a quarter of college graduates work in a field that relates to their degree. それは面白いですよね。これが、2018年で出してるビデオなんだけど、データちょっと古いっていう話があるんですけど、あとはどこの大学だろう。そういったようなところに出せるとさらに信頼性が増すと思いますか？ I graduated with not one, but 2 degrees in biology. 面白いね、2つ。To my parents' dismay, I am neither a doctor nor a scientist. ちょっと笑っちゃうっていうところはなぜ笑っちゃうのっていうところだと、大体ですね、アメリカに住んでいるアジア人の、両親のイメージはやっぱりその子供が、科学者になってほしいとかですね、医師さんになってほしいとかですね、弁護士さんになってほしいっていうところなんだけど、彼はそうになってないっていうところ、そうなんだ。そういうギャップですね。Years of studying DNA replication and photosynthesis did little to prepare me for a career in technology. I had to teach myself everything from sales, marketing, strategy, even a little programming. これ4つ。なので、そういうセールスマーケティングとプログラミングとか、セールスマーケティングとストラテジーですね。ビジネス戦略っていう訳してるんですけど、3つの方が、まとめてるような気がしますね。4つなくてもいい。On my own. I had never held the title of product manager before I sent my resume into Etsy. そう言うと、じゃあ、なぜ私にですね、そういうような専攻が持ってるのに、それができるようになったか。これ、問いかけですね。が、今回のプレゼンあんまりないんです。でも、あった方がいいのに。I had already been turned down by Google and several other firms and was getting frustrated. そうだよね。行きたいところ行けなかったですよね。これはですね、ヒーロージャーニー的なものですね。これを自分で、こういうような壁にぶつかって、そしてぶつかった時に何かメンター洗って、とりあえず何かひらめきがあった。そしてうまく乗り越えたっていうことが出てくるかな。The company had recently gone public, so as part of my job application, I read the IPO filings from cover to cover. それ面白いですね。なんでその発想があったんだろう。こういうのところに出せるといいなと思いますけど、ストーリー的に。IPO を読んで、そういうなんか、ここの心行きませんでした。じゃあ、なんで他に人と違って、何かやった方がいいかと思った時に、これだと。
じゃあ思いつきました。だからその IPO の審査の処理全部読みましたと。Built a website from scratch, which included my analysis of the business and 4 ideas for new features. これ4が好きですね、この人。It turned out the team was actively working on 2 of those ideas and had seriously considered a third. I got the job. 素晴らしい。じゃあ、こういうストーリーの教訓としては何か。We all know people who were ignored or overlooked at first, but went on to prove their critics wrong. これは、じゃあそこを得た教訓かな。ここはとりあえずそういう一言ですね。これどういう意味にするのかっていうところは、やっぱりそのね、皆さんがやっぱりそれできないと思ったら、これは多分両親だったりとかですね、友達だったりとかですね、そう言われてからですね、でも私はこういうできたって、その生物ずっと勉強してるのにこういうはできるわけはないでしょう。というようなつなげ方。そこ、なんかちょっと抜けてるな。My favorite story, Brian Acton, an engineering manager who was rejected by both Twitter and Facebook before co-founding WhatsApp, なるほどね。the mobile messaging platform that would sell for $19 billion. じゃあ彼がそういったような話聞いて自分頑張ろうと思ってたかな。The hiring systems we built in the 20th century are failing us and causing us to miss out on people with incredible potential. という話すると、じゃあ例えばそのブライアン・アキさんの話、先の話は、このすごくいい人材あったのに、そういえば Twitter だったり Facebook だったりですね、それ気づいてなかったと。なぜ気づいてなかったのかっていうところは、今までの常識と思ってるようなプロセスをやってからです。で、そうすると、その非常識的なプロセス、その彼の体験かな。体験を、それすごくやつが、運がよく、ね、彼を採用したっていう。多分そういう対比になるかな。The advances in robotics and machine learning are transforming the way we work, そうですね。automating routine tasks in many occupations while augmenting and amplifying human labor in others. で、こういうような技術の進歩の背景があるなのに、やっぱり今の採用プロセスを変えないといけないって多分言いましてるんですよね。At this rate, we should all be expecting to do jobs we've never done before for the rest of our careers. それでも確かにそういう危機感を持ってるんですね。こういうような技術進化。皆さんですね、今まで経験してない仕事を多分なれるでしょう。私もそうだね。私は最初、どっちかというとですね、電気工学勉強して、そういうエンジニアとしてですね、NASA で仕事をして、今はどっちかというとですね、プレゼンテーションとかそういう辺のところを、専門としてやっているので、そうね。私は同じ状況だ。So, what are the tools and strategies we need to identify tomorrow's high performers? それはいい質問ですね。この辺のちょっとところなんですけど、誰に向けて話してるのかっていうところはちょっとブレてるところがあります。それは多分採用担当の人事のような人に話してるのか、もしくはですね、そうじゃなくて仕事欲しい人。これは、焦点がどこに置いてるのかっていう、ちょっと若干ブレてるんですよ。このスピーチの途中ですね。皆さんもそういうやっぱり転職しないといけない。なぜならば、やっぱり市場の変化とかで技術の変化だったり、最初に、先行したとか、やったことですね。そういう仕事がですね、なくなったりとかですね、だいぶ変化されたりとか、そうすると、自分が今まで持っているようなスキルとか、それを別のところに生かすために、いろいろこれやらないといけないことがあるんだよっていう、言ってるっていうところと、今ですね、やっぱりそのどのツールか戦略、を持って人を採用するか。これは、立場が全然違うので、なんていうね、どっちにするか、とりあえず決めた方がよかったな。In search for answers, I've consulted with leaders across many sectors,
read dozens of reports and research papers, and conducted some of my own talent experiments. まあ、これはどっちかというとですね、彼がなんでこういうようなところに話せるかっていうところは、まあ、きちんとですね、リサーチしました。なおかつ、その前もってですね、今終わってるんだけど、彼が自分の体験ですね、自分で実験しましたっていうところなので、皆さんやっぱり私の話を聞いてほしい。これ、すごいいいですよね。いきなりなんか自己紹介とか、そうじゃなくて、こういうような、というような、この、もう少し具体的に例えば数字をつけたりかですね、どのぐらいの論文を読んだかとかですね、その実験が例えば、まあ、2桁とか3桁とかなんかあれば、そういうような数字が出したら、おお、皆さん思えるので、あるっていいですね。My quest is far from over, but here are 3 ideas to take forward. これいいですね。3つがありますよ。そうすると頭の中で整理されますね。1. Expand your search. っていう、どういうことですかって言われると。多分皆さん大体概念があるから、これ規定概念があってですね、ここだけっていうですよね。If we only look for talent in the same places we always do, gifted child programs, Ivy League schools, prestigious organizations, we're going to get the same results we always have. Baseball was transformed when the cash-strapped Oakland Athletics started recruiting players who didn't score highly on traditionally valued metrics like runs batted in, but who had the ability to help the team score points and win games. まあ、それはそうだね。なので、そういう、まあ、マニーボールっていう話ですね。彼がちょっと違う、まあ、数字を使ってそこを見えて、そして、その野球チームがかなりですね、いいところまで行ったっていうところを、そうして皆さんですね、そのメジャーリーガーをすべて全部真似してたって、まあ、マニーボールという本と映画があるので、ぜひぜひそれをご参考してください。という話すると、じゃあ、この企業の場合、どのものを見た方が良いかっていう多分普通に考えるでしょう。まあ多分それはその仕事によって違うんですよね、きっと。This idea is taking hold outside of sports. The head of design and research at Pinterest told me that they've built one of the most diverse and high-performing teams in Silicon Valley because they believe that no one type of person holds a monopoly on talent. まあ確かに。それは、まあ抽象的な言い方なんだけど、まあ言ってること正しい。っていうなると、じゃあ、ピントレストというような風にですね、やっぱり多様性を持っていろんな考え方とか価値観とかですね、採用する。今多分その通常プロセスと違って何がやってるのか、まあ企業秘密かもしれませんね。They've worked hard to look beyond major tech hubs and focus on designers' portfolios. そっちの方がいいです。じゃあ、デザイナーポートフォリオをとりあえず見るっていうですよね。だから、そう考えると、おそらくですね、そのやる側はですね、自分のポートフォリオを充実することが大事だよっていうですね。Not their pedigrees. 2. Hire. まあ、つまり結局、何ができるか、資格よりですね。資格を、こういうアプリ、日本によくあるんですけど、資格っていう取ろうってやじゃなくてですね、自分が何ができるかちゃんと見せると。For performance. Inspired by my own job experience, I co-founded a hiring platform called Headlight, which gives candidates an opportunity to shine. なるほど。っていうところ、やっぱりその分析っていう仕事あれば、なんかそういうようなところですね。見せたりとかですね。まあ結構、この辺は、なんか面談と面接って難しいところ話してるだけなんだよ。そのパフォーマンスのところで判断しづらいっていうところがあるんですけど、まあ出してる問題によって、まあわかるかもしれませんけど、まあどっちか言うとですね、なんか仕事やってみるとそれでわかるっていうところの方がいいんですよね。Just as teams have tryouts and plays have auditions, candidates should be asked to demonstrate their skills before they're hired. これはすごくわかりやすいですね。トライアウトとオーディションですね。なので、そういう、まあ、仕事によって多分全然違うっていうところがあるんですけど、でも、これはいいですね。
Our clients are benefiting from 85 years of employment research, which shows that work samples これいいでしょ。85年間にわたる研究っていうですね。この裏付けと。これは一応ですね、前に言ってなかったんだけど、あ、すごいね。結構ね、しっかりしてるもんだ。と皆さんが多分思うので、これはこういうようなところで数字出してるといいですね。are one of the best predictors of success on the job. なるほど。If you're hiring a data analyst, give them a spreadsheet of historical data and ask them for their key insights. そうですね。これはあまりなかなかないですよね。日本では。Hiring a marketing manager, have them plan a launch campaign for a new product. そうです And ね。 if you're a candidate, don't wait for an employer to ask. またですね、2つ。第1項は、やっぱりこっち側ですね。仕事を探してる人。Seek out ways to showcase your unique skills and abilities outside of just a standard resume and cover letter. せっかくこう言ってるんだけど、その最初に自分がそのエッジの仕事を身につける話、つながればいい。せっかくそれ言った、やっぱり彼が自分ができることを、やっぱりサイト作って提案しましたと。こういうようなことをやった。だからですね、自分がこれぐらいのスキル持ってるんですよと。こういうようなことでできるんだよと、うまくピールした。それピールしたおかげでですね、仕事見つけた。これが2番目ね、まさにすぐいい事例なんだね。3. Get the bigger picture. I've heard about recruiters who are quick to label a candidate a job hopper based on a single short stint on their resume. Read about professors who are more likely to ignore identical messages from students because their name was black or Asian instead of white. これはちょっとね、差別的なものを良くないんですよね。I was almost put on a special needs track as a child. なるほど。A month into kindergarten, my teacher wrote a page-long memo noting that I was impulsive, had a short attention span, and despite my wonderful curiosity, I was exhausting to work with. それやっぱりね、先生、やっぱり勘弁してほしいっていうですね。っていうところ、わかるんだけど、これがじゃあ、そのビッグピクチャーってどういうふうにつながっていくんだろう。その採用する側も、仕事欲しい側。この辺がちょっとわからない。笑いとったりいい The です。 principal asked my parents into a meeting, asked my mother if there had been complications at birth, and suggested I meet with a school psychologist. My father saw what was happening and quickly explained our family situation. なるほど。As recent immigrants, we lived in the attic of a home that cared for adults with mental disabilities. それはすごいね。My parents worked nights to make ends meet, and I had little opportunity to spend time with kids my own age. Is it really a surprise that an understimulated 5-year-old boy might be a little excited in a kindergarten classroom after an entire summer by himself? そうですよね。でもなぜこのストーリーが今の採用の話だと、ちょっとその辺がもう少しですね。その仕事を探してるとか、自分だったりとかですね、他にいい人とか、そういう人のもう少しの事例があるといいですよね。こういうような子供の話は、全体のテーマがちょっと関係性が薄いですね。Until we get a holistic view of someone, our judgment of them will always be flawed. それは確か。だから、例えば、特にオーディションの時に、括弧ではですね、括弧には、その男性とか女性が、バイオリン弾いて、そして、その、採用する側が男性なんで、自然にですね、無意識のバイアスがやってしまうというところがあるので、男性が多く採用されてしまうと。じゃあ、カーテン引いてですね、そういう採用する側が、どういうような性別のかわからないようにしておいて、聞くだけで採用すると、やっぱり、モードと平等にね、採用されてるっていうところなんですよね。なので、そういったようなストーリーですね。良いけど、偏見っていう話であれば、ちょっと、この3番目はもっと視野広がると、ちょっと違うんだけど。
ポイントが、やっぱりなんていうね、表面的なじゃなくて、多分人間としてちゃんと見ましょう。多分。採用側としては確かにね、そっちの方がですね、良いというところですよね。せっかくいい人材なのに逃げてしまうとかですね。ね、それは良くないので。Let's stop equating experience with ability, 確かにね。credentials with competence. Let's stop settling for the safe, familiar choice. それは確かに。この辺は、やっぱりじゃあ、これは良くないと。じゃあ、皆さん、そっちの方が、なんか安心安全。皆さんも思うので、どういうふうに、例えば採用側という話であれば、どういうふうに説明すればいいかっていうところ多分、出てくるけど、とりあえずね、置いておいて、皆さんこういうふうにしましょうよね、と。そうだねって。多分、採用側よりもですね、実際に仕事させた方が、これ言って皆さんある程度納得できると思いますけど。どっちに話してるかっていうと、すごいあちこちにあるんですけどね。Leave the door open for someone who could be amazing. そうだね。We need employers to let go of outdated hiring practices and embrace new ways of identifying and cultivating talent. なぜならば、やっぱり変化が激しいでしょう。And candidates can help by learning to tell their story in powerful and compelling ways. っていうことは、やっぱり採用する側が、やっぱりきちんとですね、人が語るような環境を作らないといけないっていうこと。We could live in a world where people are seen for what they're truly capable of and have the opportunity to realize their full potential. なるほど。So let's go out and build it. ちょっとテンションが低い。ちょっとテンションが低いですけど。でも一応ですね、提案が3つがあって、この3番目がちょっとあれなんだけど、2つ目がいい感じだと思います。その採用側でも仕事を探してる側でも良いと思います。その辺ですね。これ人は分かりやすい、プレゼン資料ですね。大体この3つ出してるだけなんで、これ非常にシンプルでよくてですね。話し方としてはですね、ストーリーが面白い。ストーリーはやっぱせっかく出してるので、そのポイントの2番目がちょっとつながりがちょっと弱くてっていうところがあるんですけど、普通のですね、普通のテッドトークです。良いところとですね、ちょっといまいちところが、あちこちあるので、皆さんですね、これだっていうところじゃなくてですね、まずは、盗んでいいところ盗んで、そして、ちょっと、これ良くないと思ったらですね、それを真似しない方がいいんではないかと思います。いずれにしてもですね、結構面白いやつなんで、皆さん、やっぱり実際に仕事を探すときに、自分がこれぐらいできるかっていうところをうまくですね、事前にですね、準備してアピール。これが、今後も非常に大事になっているので、ぜひぜひそれを皆さんやってみてください。では、次のビデオで会いましょう。バイバイ。